一条天皇と猫。光る君へに学ぶ日本史。小丸のモデル、平安も空前の猫ブーム。一条天皇は大変な愛猫家でもあったが、平安時代は現代にも増して空前の猫ブームだったと言われている。大河ドラマに登場する源知子が可愛がる猫、小丸はそのような時代背景を元にしている。一条天皇と猫のエピソードを詳しく見ていこう。一条天皇は藤原道長の姉、彬子と延佑天皇との間に生まれ、崋山天皇が退位するとわずか7歳で即位した。現代の日本はかなりの猫ブームだが、平安時代は貴族の間では空前の猫ブームだったと言われている。そのため源知子が小丸という猫を可愛がっていたという話も十分に時代検証されたストーリーなのである。それはともかく最初に猫を飼ってブームの火付け役とも言われる人物が既存する最古の天皇の日記「鑑評御記」を書いた宇田天皇だと言われている。天皇は日記の中で、私の猫は類まれな毛色をしている。他の猫はみんな浅黒い色なのに、うちの猫は墨のような漆黒の毛色をしており、とても美しいと自慢している。また天皇は他の猫よりも素早くネズミを捕らえることもできるし、伏せているときは足も尻尾も見えないため、まるで黒い宝石のようだ、などとも記している。平安時代の猫は黒、白、灰色が多かったという。また、宇田天皇に飼われていた猫は唐猫と言われており、中国から輸入された貴重な猫であったと言われている。次に、崋山天皇は平安時代に唐猫がとても人気であった様子を次の歌に詠んでいる。敷島の大和にはあらぬ唐猫の君がためにぞ求めいでたる。意味は、日本の猫ではなく中国の唐猫を政子内親王のために特別に探し出したと書かれている。崋山天皇は父の冷泉天皇の皇后政子内親王に貴重な唐猫を贈ったとされている。このことからも当時は唐猫が特別な猫として扱われていたことがうかがえる。そして実際には時の天皇に半端ない愛され方をした猫がいたのである。藤原実資が記した日記「正勇記」には、代理で生まれた猫のために一条天皇は儀式まで執り行ったとの記述が存在する。この猫は名部のおとどと名付けられ、乳母をつけてもらって女爵まで受けている。殿上人でなければ天皇のもとには行けないからである。名部は地声下異常の異界を持つ女性のことで、おとどは高貴な女性の継承である。天皇は名部のおとどが生まれると、人間と同じく産養いの儀式を行い、馬の名部という人間の乳母を猫の世話係として任命しているのである。実資は例によって猫に異界を与え儀式までするとは、と怒りをあらわにして日記に綴っている。
また、清少納言は枕草子で一条天皇と明武の音戸とのエピソードを以下のように記している。ある時、明武の音戸が言うことを聞かないことに、馬の明武が腹を立てた。そのため、代理の庭で飼っていた沖名麻呂という犬に、明武の音戸に噛みつくように命じた。すると、驚いた明武の音戸は、慌てて一条天皇のもとへ逃げ込んだ。事情を知った一条天皇は激怒し、沖名麻呂は打ち据えられ、馬の明武は追放されてしまうのである。清少納言は沖名麻呂と馬の明武の切ない逸話話を書き残している。そして、明武の音戸はペットとして飼われた猫の中で名前を持つ特定の個体として記録が残る最古の例でもある。猫と人間の関わりはおよそ9500年前、中東付近で山猫の家畜化が始まりとされている。そして猫は古代エジプト王朝からヨーロッパ全域、さらにアジアにも広まった。猫が日本に入ってきた時期は、考古資料によれば古墳時代後期の6世紀末から7世紀初頭とされている。しかし近年ではもっと早い時期だとする説も出てきている。米を食い荒らすネズミを捕食する動物として中国から持ち込まれたと伝えられている。しかし猫が愛玩動物、ペットとして文献記録に登場し始めるのは平安時代である。一条天皇の中宮である貞子に仕えた清少納言も猫好きのようであった。彼女はさらに枕草子で猫に関して次のようなエッセイを綴っている。猫は背中だけ黒くて他は真っ白なのが良い。優雅で美しいもの、すのこの甲羅あたりにとても可愛い猫が赤い綱で結ばれていて白い札がついていて、重りの尾にじゃれついて引っ張っているのは優雅で美しい。むさ苦しく見えるもの、縫い物の裏、猫の耳の中。似つかわしくないもの、年老いた男が猫なで声で呼ぶこと。以上のように、清少納言は猫については詳細に観察して様々に書き残している。一方の紫式部は、一条天皇が猫を可愛がる姿にヒントを得て、源氏物語の重要な場面に猫を登場させている。そしてドラマで小麻呂が赤い紐をつけているのは、次の源氏物語の場面からの引用である。源氏物語の第34章、若菜城では、猫が物語の展開に大きな役割を果たしている。地位を上り詰め、権勢を誇る光源氏は、異母系である朱雀院の娘、女三宮と結婚する。光源氏は41歳、女三宮は15歳前後という年齢差であった。光源氏には長年連れ添った最愛の女性、紫の上がいたが、天皇の血を引く女三宮が正妻として迎えられる。そのため紫の上は心傷つき、
その後病に倒れてしまう。一方、女三宮に光源氏の友人柏木は心を寄せていた。そんな折、猫が登場して事件は起こってしまう。ある春の日、光源氏と女三宮が暮らす大邸宅の庭で、柏木と数人の若い男性たちが蹴鞠に興じていた。ところが女三宮のもとで飼われていた2匹の猫が追いかけ合いを始めた。猫をつないでいた赤い紐が絡まって、外と室内を隔てていたミスが偶然に引き上げられてしまう。当時は女性がミスを引き上げ、男性に顔を見せることはタブーであった。ところが、蹴鞠の様子を室内から眺めていた女三宮は、猫のために柏木に姿を見られてしまうのである。柏木は女三宮の美しい姿を目の当たりにしたことで、たちまち恋に陥ってしまう。日が経つにつれて恋心を募らせ、ついに柏木は女三宮と不義密通に及ぶのである。そしてその後、女三宮は柏木の子を宿し出産する。映画を極めたかに見えた光源氏は、血のつながらない赤子を我が子としてその手に抱くことになる。それはまさに光源氏が若い頃、父帝に隠れて不義の末にママ母の藤壺をはらませたのと同じであった。源氏物語の終盤の山場に差し掛かったところで起こる大事件。そのきっかけとなったのが他ならぬ赤い紐をつけた猫だったのである。以上の若菜城の場面を思い浮かべながら、今後も登場する小麻呂を眺めるのも面白いかもしれない。